あなたのスマホの中に戦争の火種が入っているのだ。レアアースという鉱物がなければスマホも EV も日本の製造業の大半が止まる。そしてその争いの舞台が今海の底に移ったのだ。スマホの中に戦争の火種ですか？レアアースって確か中国が大量に持ってるやつですよね。それが海底と何の関係があるんでしょう？今日話すのは中国が東シナ海の海底資源地図を初めて公開したという話なのだ。20年分の調査データで作った海底の国土地図とも言えるものなのだが、その範囲が日本と係争中の尖閣諸島周辺海域を丸ごと含んでいるのだ。そして同時に日本も深海からのレアアース採掘を急いでいる。今日は3つのことがわかるのだ。なぜ中国は今このタイミングで発表したのか、日本がレアアースを海底に求める理由、そしてこの争いがあなたの EV、スマホ、家電の値段にどう直撃するのかなのだ。 EV、スマホ、家電の値段まで話が広がるんですね。正直、海底の資源争いってどこか遠い世界の話だと思ってました。身近な話なんですか？まずレアアースとは何かから話すのだ。ヒド類とも呼ばれる17種類の金属元素の総称なのだが、これがなければ現代の製品はほぼ作れないのだ。 EV 用モーターの磁石、スマホのスピーカー、医療用 MRI、ミサイルの誘導システムまで全部レアアースが必要なのだ。料理に例えるとレアアースは塩なのだ。どんな高級食材があっても塩がなければ料理は完成しないのだ。塩がなければ料理が完成しない。わかりやすい例えです。でも、レアアースって中国が大量に持ってますよね。そもそも今の供給体制に問題があるんですか？そこが問題の核心なのだ。中国は世界のレアアース生産量の約 60% を占め、生成処理では実に 85% 以上を握っているのだ。日本はほぼ全量を輸入に頼っているのだが、2010年に尖閣諸島問題がきっかけで中国が対日レアアース輸出を事実上停止した前例があるのだ。あの時、トヨタやパナソニックが代替材料を必死に探した。つまり、中国がレアアースの蛇口を閉めれば日本の製造業は即干上がる構造なのだ。2010年の輸出停止は私も調べたことがあります。あれって実際に相当な打撃だったんですよね。だからこそ日本は代替調達先を探してきた。でも今また改定。というのは？日本は2010年の教訓から欧州やカナダへの分散調達、リサイクル技術の開発など様々な手を打ってきたのだ。でも根本的な解決にはなっていないのだ。そこで注目されたのが日本の足元の深海なのだ。南鳥島周辺の海底には陸上の希少金属埋蔵量を大幅に上回る可能性のあるレアアースが泥の中に眠っていることが2013年頃から分かってきたのだ。東京大学の調査では日本の200年分の需要を満たせる量があるとも試算されているのだ。200年分の需要を満たせる量、それって宝の山じゃないですか。じゃあなぜまだ採掘できていないんですか？技術的に難しいんですか？深海採掘のハードルは想像を絶するのだ。南鳥島周辺の海底は水深5000、6000メートルなのだ。富士山より深い場所で泥を吸い上げてレアアースを取り出す技術が必要なのだ。コストも莫大で、現時点では陸上採掘より数倍、十数倍高いとされているのだ。日本は2026年から商業ベースの試験採掘を進めているが、大規模生産にこぎつけるのは早くても2030年代とも言われているのだ。だから今の日本は宝は見えているのに手が届かない状態なのだ。そこに今回中国が動いたのだ。 SCMP によると、中国自然資源省は過去20年間の海洋地質調査の結果をまとめ、2万箇所以上の観測点データから海底元素アトラスを完成させたのだ。このアトラスは渤海、黄海、東シナ海をカバーしていて、レアアース、鉄、マンガン、銅などの分布、濃度、パターンを1枚の地図に収めたものなのだ。国営 CCTV はこれを海洋開発と保全のための使用高構図と表現したのだ。2万箇所の観測ともって相当な規模ですね。でも気になるのは東シナ海もカバーという部分です。あそこって尖閣諸島の問題があって、まだ非中間で係争中ですよね。意図的に含めているんでしょうか？鋭い点なのだ。ここが今回の発表の最大のポイントなのだ。なぜ意図的と読めるのか、3段階で深掘りするのだ。第一に、地図の公開は単なる科学的成果ではなく、この海域は中国が調査済みであり、管理権を主張するという外交的メッセージになり得るのだ。第二に、東シナ海における資源開発の先行権を国際社会に示す効果があるのだ。第3に、日本が深海採掘を急ぐタイミングで発表することで、すでに中国は把握しているという心理的プレッシャーを与えているのだ。3団体の意図、整理してみると、科学的発表に見せかけた外交的な先行宣言ということですよね。でも逆の見方もできませんか？中国側は海洋保全のためのデータだと言っているわけで、
純粋な研究成果の可能性もゼロじゃないですよね。公正に見れば、研究的価値は本物だと思うのだ。調査担当者の言葉を借りると、元素分布を把握することで盲目的な探索を減らし、精密なターゲティングが可能になる。とのことで、これは科学的に正当な主張なのだ。実際、海洋汚染の把握や生態的敏感海域のレッドライン、設定にも使えると説明している。ただ僕の見立てでは、科学と地政学の両方に使える二刀流の発表だと見るのが正直なところなのだ。BBC やロイターは地政学的側面を強調する一方、CCTV 自身は保全目的を前面に押し出している。この報道姿勢の違いが物語っているのだ。ここまでの流れを確認するのだ。中国がレアアースを含む海底資源の分布地図を公開した。対象海域には日中係争海域の東シナ海が含まれる。日本は南鳥島の深海レアアース採掘を急いでいるが、技術、コスト面でまだ商業化には時間がかかる。この構図の上に、日本への影響を見ていくのだ。実はここが一番身近な話になるのだ。では日本の生活者への影響を具体的に見ていくのだ。まず、投資、資産の視点から、レアアースは EV バッテリーの革新材料なのだ。具体的に言うと、EV1 台に使われるネオジムと雪土類は 2、3kg。中国がこの供給を絞れば、トヨタ、ホンダ、パナソニックのコストが上がり、EV の価格が数十万円単位で跳ね上がる可能性があるのだ。日本政策金融公庫の試算では、レアアース価格が2割上昇すると国内製造業の原材料費は年間で推計1兆円超の増加になるとも言われているのだ。1兆円超の増加。それって最終的には消費者に転嫁されますよね。私、来年 EV に乗り換えようと考えていたんですが、タイミングが悪くなるかもしれない。子育て中の家庭は教育費もかかるし、車の値段まで上がったら、それって私が選ぶ余地なんてないじゃないですか。EV だけじゃないのだ。スマホの価格への影響も見逃せないのだ。スマートフォン1台にはジスプロシウム、プラセオジムなど複数のレアアースが入っている。2023年以降、中国はすでにガリウム、ゲルマニウムなど一部希少金属の輸出規制を実施済みなのだ。この流れでレアアースへの規制が拡大すれば、スマホの部品コストが上がり、機種変更のたびに数万円単位の値上げが来る可能性があるのだ。2年に1回の機種変更が、実質3年に1回、強いられる時代になるかもしれないのだ。さらに安全保障の観点から見ると、話はもっと深刻なのだ。日本の防衛装備品にもレアアースは使われているのだ。ミサイル誘導システム、戦闘機のセンサー、潜水艦のソナー、中国が2010年にやったような輸出停止を今後もっと大規模、長期にやれば、日本は経済だけでなく安全保障面でも深刻なダメージを受けるのだ。この依存構造を断ち切るのが南鳥島深海採掘の本当の目的なのだ。経済安全保障推進法の背景にもまさにこの問題があるのだ。ちょっと待ってください。私が当事者の立場で言うと、日本が深海採掘を成功させれば理論上この問題は解決するじゃないですか。2030年代まで待てば、中国依存を断ち切れる。むしろそれまでの10年間をどう乗り切るかが問題で、急いで採掘技術を完成させる。一点集中でいいんじゃないですか。先輩はその考え方、どう思いますか？面白い論点なのだ。一点集中には賛成なのだが、問題は、その間の10年間に中国が手を打てるということなのだ。実は歴史的に見ると、日本が代替策を模索するたびに、中国はレアアース価格を一時的に下げて競争力を削ぐ戦略を取ってきたのだ。これは2011、2015年頃に実際に起きたことで、日本企業のレアアースリサイクル投資が減速した。これを略奪的価格設定というのだが、深海採掘プロジェクトにも同じ手が使われる可能性があるのだ。つまり、技術開発だけでなく、その間の政策的な防衛線も必要なのだ。冒頭で、あなたのスマホの中に戦争の火種がある、と言ったのだ。その意味がここでつながるのだ。この戦いは軍事的な戦争ではなく、資源へのアクセス権をめぐる静かな戦争なのだ。中国の海底地図公開は、その戦争の最新の一手なのだ。見えない海の底で、日中が20年分のデータと最先端技術をぶつけ合っている。あなたが来年買うスマホの値段も、再来年の EV の選択肢も、この深海の競争の結果によって変わってくるのだ。今日の結論として、未来シナリオを2つ提示するのだ。シナリオ A は、日本の深海採掘が軌道に乗る。パターン、2030年代に南鳥島採掘が商業化し、レアアース自給率が高まる。EV やスマホの対中依存が低下し、
サプライチェーンの多様化が進む。シナリオ B は技術開発が停滞する。パターン、コスト問題が解決せず、中国が価格操作で日本企業の投資意欲を削ぐ。中国依存が2040年代まで続き、いつでも蛇口を閉められるリスクが残る。僕の正直な見立てでは、どちらか一方というより、シナリオ A と B が混在するグレーな未来になると思うのだ。グレーな未来という表現がリアルですね。私が気になるのは、個人レベルで何かできることはあるのかという点です。EV を買うタイミングを変えるとか、リサイクルに協力するとか、そういう話も関係してきますか？実は個人でできることが一つあるのだ。スマホやパソコンを捨てるときに都市鉱山として回収に出すことなのだ。日本は実は都市鉱山大国。廃電子機器からのレアアース回収量は世界トップクラスなのだ。引き出しの中で眠っている古いスマホを回収に出すだけで、あなたも日本のレアアース自給率向上に貢献できるのだ。みんなは家に眠っている古いスマホ何台あるのだ？コメント欄で教えてほしいのだ。今日は中国の海底元素マップ公開と日本の深海レアアース争奪戦について話したのだ。見えない海の底で起きているこの競争は、あなたのスマホ、EV、製造業の未来に直結しているのだ。このチャンネルでは毎日、こうした海外ニュースをあなたの生活に引き寄せて解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回は、この深海資源争いと連動して動く半導体サプライチェーンの最新動向を取り上げるのだ。お楽しみに。